回転開放まで321 6000回転開放。怖い。おお。どうもなーちです。前に忍者の 250R に乗ってたから、それとの比較もしつつインプレをしていきたいと思います。足つきはこんな感じです。片足でも両足でもちゃんとつく。両足だとアイアのここがちゃんとついて、両方ともついてかなり安定してる。片足だとベタかな。よ2班と比べて400の方が10ミリ低いから、なんで普通2班の方が低くない？私みたいな身長があんまりない人は400が安心して乗れるかな。ライディングポジションもめっちゃ楽で、セパハンなんだけど、前に乗ってた忍者より高い気がする。ハンドルがもうちょっとここら辺に気のせいかな。すごいね、楽よ。長距離全然いける。セパハンって結構手首に体重かかっちゃって痛い、ここら辺が痛くなると思うんだけど、それがなくて、長距離向けかもしんない、このライディングポジション。久しぶりのワインディング、曲がれるかな。どんくらい速度を落とせば曲がれるのかっていうのがまだね、よくわかってないんだけど、あ、すごい倒せる。めっちゃ倒せるよこれ。あ、楽しい。結構安定感あるね。滑らなさそうな感じ。リアタイヤが150ミリあって結構太めなのかな、スポーツバイクにしては。だから直線も割と得意なんだろうけど、ワインディングも全然いける。まあ当たり前か、忍者だもんね。タンク容量もね14リットルあるから、かなり長距離いけちゃうんじゃないかな。クラッチが軽いから、こういうワインディングでも手疲れないね。だいたいワインディング行くとね、左手死ぬんだけど、全然死にそうな感じしない。でね、ここのね、インパネを知ると、あと何キロ走れるかとか、これが平均燃費 20.9 キロ。これが今の燃費か？そういうのもね、教えてくれるから。シートは結構狭めで、タンクもね、細めなの、すごく。女の子に優しい。すごいニーグリップしやすい、私はね。男の人はどうだかわかんないけど、結構細身なバイクで。でもシートはちょっと後ろに座ると賄賂になるから、ここら辺に座ると長距離行く時とかはここに座ってもいいかもしれないし、身長がある人はもうちょっと後ろになるからお尻も疲れにくいと思う。身長が低い人でも前に座れるようになってるのがすごい優しい設計。おー、地面が近い。2班と比べてパワーがあるから、本当にギア変えなくてもいけちゃうね。ワインディングでこんだけクラッチ操作しないの珍しいんじゃないかな。さすはちょっと固めです。5段階にね、調整できてね。で、車載工具で簡単に一人でもできる作業なんだけど、今一番柔らかいのにしてるの。それでも結構突き上げられる。地面をすごいダイレクトに感じる。スポーツバイクってそういうもんなのか、それともこのバイクの特徴なのか、シートが薄いからなのか、ちょっとわからないけれど、多分メーカーが想定してる体重より私ははるかに軽いだろうから、さすが沈み込まないんだろうね。軽い。ハンドルがめっちゃ軽い。車体起こすのもね、スイッと起き上がる。車重が確か167キロで、
ニーハンと全然変わんないんだよね。ニーハンが166キロだったはずだから、1キロ差？もうジロー食べて、ビール飲んだら誤差よ誤差。あとミラーが、割と大型のミラーで、形もかっこよくない？この形もね、見やすいんだよ、すごく。ミラーの位置も、こういうバイクってもうちょっと低いとこにあるイメージなんだけど、割と高めについてるのかな？私はすごい見やすい。フロントフォークは、大型の忍者と同じものを採用してて、かなり太いやつがついてるのね。だからすごい沈み込んでくれて、後ろは硬いけど前は結構がっちりしてる感じ。ブレーキもすごい大きなディスク 310mm の大型の忍者 ZX14R についてるやつと全く同じものかながね、ついてるの。パワーもすごいけど、ちゃんと止まるから安心感やばい。あと車重もね、これ1個前のモデルから30キロ軽くなってんだよ。30キロってすごくない？私がガリガリに痩せたくらい？いや、それはないか。米俵1個分くらいかな。かなり軽くなってて、30キロも軽くなってるのに、パワーはね、上がってるの。だからこれはもはや大型。少し前の大型のモデルと変わんないんじゃないかな、性能的には。中型免許で乗れる大型バイクよ。おー、ブレーキ超スムーズ。なんかすごい運転上手くなった気がするんだけど、これ多分ね、クラッチのおかげ。このアシスト&スリッパークラッチっていうのがすごくて、なんかギアのね、噛み合わせ、クラッチの噛み合わせが普通のと違くてちょっと斜めになってて、私はよくわかんないから調べてそのおかげで急なシフトチェンジで減速してもエンブレがガーってかからないでちょっと逃がしてくれるんだよね。だからすごいスムーズで、結構ギア落としてからクラッチを離すとウホーってなるじゃん。でもそのウホーってのがなくてスイーって感じなの。私何にもしてないのに運転超上手くなってる感じする。初心者でも楽しいよ、このバイク。オートマ車じゃないのにオートマ車並みにスムーズだし、グイグイ回して攻められるバイクだから上級者ももちろん楽しいと思うんだけど、初心者でも全然楽しいし怖くないと思う。何より教習所出たての人でも教習所のバイクよりも扱いやすい可能性がある。カラー展開は3色あって、みんなご存知の川崎ライムグリーン、私が今日はめてる手袋みたいな色、それが KRT エディションって言って世界選手権で出てるレーシング用のバイクを元に作られたカラーリングですごいかっこいいの。レーシーな感じで、あと私の一押しはマキタカラーのブラックティールサンダーみたいな名前のやつがすっごい可愛いマキタブランドってわかるかな？工具とか作ってる世界的に有名なマキタの色なんだけど、それと私が今乗ってるのはガンガンスパーキングブラックみたいな名前のやつ。それは普通の黒なんだけど細かいラメが入ってて、結構そこがスパーキングな感じで細かいラメ好きの私としては嬉しい。で黒がねちょっとだけ安いんだよね、他のモデルと。ニーハンと比べると7万高いんだけど、その7万円分で大型並みの性能が手に入るって考えたら7万円出せるなら私は400を押したいかな。でもこういうワインディングロードをガンガン攻めたいっていう人はニーハンの方がクラッチ操作、ギア操作楽しいかもしんない。私は高速走行ばっかだから400すごい楽しい。大型のスポーツバイクも持ってたんだけど、それよりもスポーツしてるって感じの、こんだけパワーもあってよく止まるし、あと ABS もついてて
日清社の ABS がついてるからトラブルがあっても避けれそう。避けるというか止まれるというか、あんまりスリップする必要がスリップする可能性が低いよね。シート結構固めなんだけどスリムだから足つきもいいし、私は気に入ってるんだけど、長距離行く時にお尻が痛くなっちゃう人もいるかもしれない。でもそんな人はオプションで300ミリじゃないよ30ミリ上がるシートがね出るから、それに取り替えると足つきは30ミリ分上がっちゃうけど、でもその分クッション性が増して長距離は楽かも。30ミリくらい上がっても全然いけそうだけどね。ライトはね、こんな感じだよ。LED だから結構明るい気がする。ここは街灯一つもない道で、ほんと真っ暗。真っ暗な道は、ちょっと怖い。これが普通。これがハイビーム。普通。ハイビーム。夜間もあんまり怖くなさそうです。これからね、忍者といろんなとこ行きたいと思うし、特に峠道ガンガン攻めていきたいと思う。また峠道を走った動画とかも上げていくと思うから、これからもよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。よいしょ、このまままた帰れた。怖かった。超怖かった。マジ怖い。